高市政権で風俗業界に起きることまとめ。今日本の夜の街で何が起きているかご存知でしょうか。居抜き物件の売買サイトを開くと驚くべき光景が広がっています。かつて数千万円で取引されていた風俗店がわずか数百万円、時にはタダ同然で大量に売りに出されているのです。この異様な事態の裏側には、高市政権による戦後最大級の締め付けと業界の屋台骨を支えていた巨大組織の壊滅があります。今日は税理士の視点から、なぜ今この業界が崩壊の危機に瀕しているのか、その真相を詳しく解説します。この動画を最後まで見れば、今の日本で起きている治安維持と税務調査の本当の恐ろしさがわかります。第1章、高市首相の断固たるスタンスと売春防止法改正。すべての発端は高市首相が掲げる強い治安維持への意思にあります。2025年11月11日の衆議院予算委員会で、高市首相は歴史的な踏み込んだ発言を行いました。売買春に関わる規定の在り方について必要な検討を行うことを法務大臣に指示すると明言したのです。これは1956年の制定以来手つかずだった売春防止法の根本的な見直しを意味します。首相はさらに、女性の尊厳を傷つけ犯罪組織の資金源となる行為は断じて許さないと述べ、買う側への罰則強化に舵を切りました。日本の性風俗市場は約4兆円と言われていますが、そのうち約 20%、金額にして8000億円が消失すると試算されています。内訳として最も大きいのは、リスクを恐れる中間層や公務員、大企業の会社員による買い控えです。これまでは罰則がないことで保たれていた需要が処罰のリスクによって一気に蒸発します。現在の取締り強化の背景には、外圧ともいえる国際社会からの厳しい視線があります。特に米国務省が毎年発表する人身売買報告書において、日本の性風俗環境は長年厳しい指摘を受け続けてきました。高市首相は2026年のサミットを見据え、日本の国際的評価を回復させるためにインバウンド売春の根絶を最優先課題に掲げました。円安を背景に格安で性サービスを享受しようとする外国人観光客が急増したことで、主要都市の繁華街は無法地帯化していたからです。当局はこれまでの個別摘発から方針を転換し、ビザの不正利用や不法就労を足がかりとした一斉掃討作戦を展開しています。この作戦により、インバウンド需要に依存していた店舗の売り上げは一夜にしてゼロになるケースが相次いでいます。特に外国人観光客をターゲットに単価を釣り上げていた店舗ほど、その反動は大きく、資金繰りが急速に悪化しています。第2章、スカウトグループナチュラルの壊滅と45億円の断絶。2026年1月、業界最大手のスカウト組織ナチュラルの代表である小畑容疑者が逮捕されたことは、単なる事件ではなく業界のインフラ崩壊を意味しました。警察の調べにより、この組織は全国に1500名以上の構成員を抱え、過去数年間で少なくとも45億円以上の犯罪収益を得ていたことが判明しています。この45億円という数字は店舗側が支払った紹介料の集計であり、その背後には数百億円規模の店舗売上が存在していました。高市政権の閣僚の一人は記者会見でこう述べています。これほどの巨額資金が法を逃れて反社会的勢力の肥やしになっている現状は国家の治安に対する挑戦であると、このコメント通り、警察は今回組織を特例と指定することで紹介を受けていた店舗全てを捜査対象にするというかつてない強硬姿勢を見せました。1店舗あたり月間300万円から500万円をスカウト経由の集客に頼っていた店が多いため、供給源が断たれた瞬間、経営は即座に赤字へ転落しました。資金洗浄の疑いで関連口座が次々と凍結されたことも店舗経営者にとっては致命的なとどめとなりました。犯罪収益没収と課税の二重取り。最も恐ろしいのは、国に没収されたお金に対しても税金がかかるという点です。没収は罰、組織犯罪処罰法に基づき、45億円は犯罪の道具や成果として国に没収されます。課税は義務。日本の税法では、そのお金が犯罪で稼いだものであっても所得がある以上は課税対象になります。結果、手元の45億円は全て没収されてゼロになっているのに、国税局からは45億円の所得に対する所得税法人税の納税通知が届きます。払うべきお金が没収されているため、経営者は実質的にマイナス数億円の負債を背負うことになります。社会保険料の強制適用と訴求支払い。構成員1500名という数字は社会保険の面でも致命的です。強制加入一定の条件を満たす従業員スカウト等がいれば、会社は社会保険健康保険厚生年金に加入させる義務があります。2年分の訴求支払い。未加入が発覚した場合、最大で過去2年分の保険料を遡って徴収されます。金額のシミュレーション1500人に対し、1人当たり月数万円の会社負担分を2年分計算すると、それだけで数十億円規模の支払い義務が生じます。これは自己破産しても消えない極めて強力な債権です。高市政権下の取り締まりは逮捕して終わりではなく、経済的に二度と立ち上がれないように徹底的に吸い上げる仕組みになっています。第3章、300万円でも買い手がつかない店舗価値暴落の理由。こうした背景があり、現在物件サイトには店舗の投げ売りが殺到しています。以前なら1500万円から3000万円が相場だった有料店が今や300万円、
あるいは800万円という破格で提示されています。しかしこれほど安くても賢い投資家や経営者は誰も手を出しません。2026年2月の主要紙の報道によれば、都内の風俗物件の成約率は前年比で 70% も低下しています。なぜなら今の風俗店を買うことは将来の巨大な負債を買うことと同じだからです。高市政権下の法務省幹部は非公式の会見でこう指摘しています。不法な収益の上に成り立つ事業を継承することはその過去の違法性に対する責任を継承することに等しいと、具体的には店舗を買収した瞬間に前のオーナーが隠していた数年分の未払い社会保険料や過少申告していた税金の追徴リスクが新しいオーナーに寄りかかる可能性があります。1500人の構成員を抱えていたナチュラルのような組織と関係があった店ならその追徴額は数億円規模に上ることもあります。また銀行の審査基準が劇的に厳格化されたため、一度でも特留関連の疑いがかかった物件は将来にわたって融資を受けられない死んだ物件となります。300万円という安値は単なるお買い得品ではなく爆発寸前の時限爆弾の価格なのです。安易に安いからと飛びつくと取り返しのつかない損失を抱えることになります。第4章、警察と国税と銀行による三位一体の包囲も経営者にとって逮捕と同じくらい、あるいはそれ以上に恐ろしいのが警察、国税、銀行による連携です。今の時代、単に警察に捕まって終わりという生優しいものではありません。警察が特定のグループを特留と認定した瞬間にあなたの経済活動は全て停止します。まず銀行による全取引の解約です。これは単なる凍結ではなく、その銀行での全ての契約が強制的に打ち切られることを意味します。反社会的勢力や特留に関与したとみなされれば、全国の銀行で情報のブラックリストが共有されます。一度このリストに乗れば、新しい口座を作ることはおろか、個人の住宅ローンや自動車ローンまで一括返済を求められる事態に発展します。さらに、国税局による財産保全命令が追い打ちをかけます。これは、税務調査の結果が出る前であっても資産を隠したり逃がしたりできないように強制的に差し押さえる仕組みです。あなたが家族名義で貯めていた教育資金や知人に預けていた現金までが実質的な支配財産として回収の対象となります。またこうした情報は自治体にも共有され、事業所の営業許可の取り消しや過去に受け取った補助金の不正受給としての返還請求も同時に押し寄せます。結末、グレーゾーンが消滅した後の新しい日本の夜、この取り締まり強化がもたらす社会的な意義と一方で生じている深刻な副作用についてお話しします。まず大きなメリットとして挙げられるのは治安の劇的な改善と国家の品位向上です。高市首相が掲げる女性の尊厳を軸とした政策により、無理やり働かされていた女性やスカウトによる悪質な勧誘が街から姿を消しつつあります。またナチュラルのような巨大グループが解体されることで年間45億円もの不透明な資金が反社会的勢力へ流れるルートが遮断されました。これは日本の国際的な評価を高め、健全なインバウンド経済を構築するための大きな前進と言えます。一方で無視できないデメリットも表面化しています。最も深刻なのは行き場を失った女性たちがより危険な個人での活動や地下に潜った完全非合法な営業へ流れてしまうリスクです。店舗という管理の目がなくなることで事件やトラブルが密室化し、被害の把握が困難になる恐れがあります。また年間8000億円もの市場が消失することで周辺の飲食店やクリーニング業者、不動産業界などへの経済的な打撃も無視できません。正当に営業していた店舗までもが過度な銀行の締め付けや税務調査によって連鎖的に倒産へと追い込まれるケースが相次いでいます。私たちはこうした光と影の両面を冷静に見つめ、リスクに対して先手を打つ必要があります。おまけ、東京大学の教授が特定の業者からソープランド接待を受け、その見返りに便宜を図ったとされる収賄事件、実はこの舞台になったと言われている店舗も売りに出されています。もろに影響を受けているということですね。こうした事件が起きる背景には、接待の場としての店舗が警察の目が届かない聖域や記録の残らない不透明な場所であったという前提がありました。しかし2026年現在の環境では、こうした特権階級による接待汚職は物理的にも社会的にも成立しなくなっています。まず最大の抑止力は買う側への罰則強化とセットで導入される利用者の徹底的な身元確認とデジタル記録の義務化です。高市政権は犯罪収益の洗浄を防ぐため、店舗に対して利用客の支払いルートの透明化を厳格に求めています。かつてのように現金さえ払えば誰が利用したかわからないという匿名性は特留対策の監視カメラや決済データの追跡により失われました。もし東大教授のような公務員が利用すれば、その瞬間に銀行の検知システムや警察のデータに照合され、贈収賄の証拠として即座に捕捉されます。また店舗側もナチュラルの摘発に見られるように1回の不祥事で全資産没収と口座凍結という再起不能のダメージを受けるため、社会的リスクの高い人物を秘密裏に受け入れるメリットがなくなりました。例えるなら、これまでは真っ暗闇で何をしても見えなかった密室に超高性能の赤外線カメラとマイクが設置されたようなものです。高市首相は公的機関の倫理は国家の根幹であると述べており、
こうした接待汚職を治安維持の重点項目としてマークしています。地位や名誉がある方ほど、一度の利用で人生が完全に崩壊するリスクを負うことになり、接待という文化そのものが消滅の危機にあります。いかがでしたか？この情報が役に立ったら、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。